こんにちは、くまこです。今回は東京、日本橋にあるポケモンカフェに行ってきた様子をお届けします。実はくまこ、ポケモンはあまり詳しくないのですが、周りの評判に惹かれて行ってみました。感想としては、正直、ここまで楽しめるとは思っていませんでした。ポケモン初心者でもこんなに満喫できるなんて、本当に行ってよかったです。この貴重な体験を皆さんにもお届けしたいと思います。可愛いポケモンメニューから店内の素敵なディスプレイまでたっぷりご紹介するので、ぜひ最後まで見てください。それでは早速行ってみましょう。私は今、東京、日本橋にある日本橋高島屋 SC 東館の前にいます。ポケモンカフェはこちらの5階にあるそうです。1階のエレベーターホールは壁一面にポケモンのキャラクターが描かれていて、とにかく可愛い。ポケモン初心者のくまこでもテンションが上がります。エレベーターで5階へ上がると、ピカチュウ、カミゴン、ミュウがお出迎え。入り口からポケモンワールド全開です。カビゴンの奥にはポケモンセンター東京 DX があります。こちらはポケモンの壮大な歴史を振り返ることができるポケモンファンにとってはまさに夢のディスプレイ。こんな可愛い地図を片手に中央区を散歩したら楽しそうですね。こちらはポケモンセンター東京 DX 限定の桜アフロピカチュウと歌舞伎風ピカチュウ、忍者ピカチュウもあります。可愛くてくまこも思わず手に取ってしまいました。店内の奥に広がるぬいぐるみコーナーも圧巻です。それではそろそろカフェの方へ行ってみます。基本的にポケモンカフェは完全予約制です。でも当日空きが出れば入れるチャンスもあります。皆さんご存知の通り、ポケモンカフェの予約は争奪戦。利用希望日の31日前の午後6時から受付スタートなんですが、これが本当に激戦でなかなか取れません。ただ予約開始の午後6時から一瞬で満席になっても諦めるのはまだ早いです。実は20分後や40分後くらいにキャンセルが出やすいみたいなんです。さらに利用日の前日もキャンセル枠が出やすいようで、くまこもこの前日キャンセル拾いで予約をゲットしました。こうしてゲットしたのは C 席。カフェの入り口を入ってすぐのエリアでした。こちらにはポケモンの生みの親、増田純一さんと杉森健さんのサイン色紙が飾られています。アーティションの向こう側は A 席と D 席。こちらのエリアの奥が B 席のようです。くまこの席は C 席の一番前です。なかなかいい席ではないでしょうか。注文はテーブルに設置されたタブレットで行います。どのメニューも可愛くて、くまおとあれこれ迷いながら注文しました。特にポケモンラテは、ありとあらゆるポケモンの中から好きなアートを選べるとだけあって、もう最高の悩みどころなんです。なんとか注文を終えて、ほどなくすると、予約者特典で購入したグッズが届きました。購入したのは、ラバーコースターとピカチュウのマスコット、そしてフィギュアセット。どれも本当に可愛い。さらに、テーブルにセッティングされたこのランチョンマットはお持ち帰り可能とのこと。これは汚すわけにはいかないと、即、カバンに緊急避難させました。そしてこちらが、くまこが注文した、ピカチュウと人影の仲良しカレープレートです。もう可愛いしか言葉が出てきません。人影とモンスターボールは
チーズでできていて、モンスターボールの下にはハンバーグ、人影の下はチキンカツとパンプキンサラダが隠れています。ピカチュウのピックも可愛いですよね。カレーは甘口でお子様でも食べやすいと思います。こちらは熊尾が注文したカビゴンの満腹お昼寝ランチプレート。芝生に寝っ転がるカビゴンをモチーフにしていて、見た目も可愛いんですが、ボリュームもすごい。まさに満腹プレートですね。こちらはポットですとヤバ茶のお茶会、フルーツティーセットラップルージュです。ピカチュウのクッキー付きで、ホットとアイス、両方を楽しめます。紅茶の色はモチーフ通りの紫色で、アップルシロップを足すことで味の変化まで楽しめちゃいます。ちなみに、アイスで楽しむ場合、くま子はグラスに紅茶を注いでしまいましたが、カップに氷を入れて楽しむのが正解だったようです。アイストングがついていたので変だなぁと思ったのですが、恥ずかしいです。くまおは選べるポケモンラテを注文。散々迷ったけど結局ピカチュウを選びました。マグカップはモンスターボールデザインで、これがまた可愛いですね。そしてドリンクを1杯注文するごとに1回コースターくじに挑戦できるんです。くま子はパティシエピカチュウと EV のコースターが当たりました。楽しくなってきたので、追加で白竜クレートのドラゴンタイプスイーツセットも注文しちゃいました。ヤチェの実モチーフのレモンゼリーとヌメラモチーフの紫芋のモンブラン。ミニ牛はヨーグルト味のムース。海竜はオレンジショコラケーキ。グライゴをイメージした抹茶ケーキなど大満足のスイーツセットです。料理ももちろん可愛いのですが、こちらで使用されている食器は全て購入できるんです。しかもカフェの予約が取れなくてもグッズは購入可能なので、ふらっと立ち寄りたい時に助かりますよね。せっかくなのでこのまま他のエリアも見に行きたいと思います。こちらは A 席と D 席のエリア。A 席が窓際で D 席がカウンター席になります。カウンター席には食事中のピカチュウがいて、どこを切り取っても可愛い。席が空くタイミングで D 席のカウンターにいるクワスとホゲータも撮影できました。こちらも記念撮影にぴったりのフォトスポットですね。こちらは B 席。壁にはメニューのサンプルがディスプレイされています。茶ですとヤバサ茶のおもてなし抹茶ラテはこんな感じなんですね。次回はこちらを注文してみようかな。そしていよいよ待ちに待ったグリーティングタイムです。今日はウェイトレスピカチュウが来てくれました。ここからは字幕でご覧ください。してるみたいだけど、どうしたのかな。お、何かに気がついたみたい。お、なんかね、みんなのお席のところにいろんなポケモンたちがいるってピカチュウ気づいてくれたのかな。ね、そう、それでね、今いろんなタイプ別でエリアが分かれてるみたいなんだよね。じゃあ今からさ、どんなエリアがあるのかちょっと一緒に探しに行ってみようか。ね、そうしましょう。じゃあ見に行ってみようかな。奥側はね、ピカチュウと同じ黄色のエリアは電気タイプポケモンです。今日は出ても来てくれましたね。電気タイプポケモンエリアの方、皆さんこんにちは。皆さんいっぱい手振ってくれてますね。どうもありがとう。そしてね、最後こちら前側の方、緑色のエリア、こちらは草タイプポケモンエリアですね。じゃあ草タイプポケモンエリアの方、こんにちは。すごいいっぱい手振ってくれてる。ピカチュウ嬉しそう。
ね。そう、草タイプだとメガニウムがいますね。そう、こんな感じでリンゴのレアストレートが下にもいろんなポケモンがいるから、ぜひね、どんなポケモンがいるかチェックしてみてください。さて、ピカチュウ、みんなとね、一緒にご挨拶して盛り上がれたから、今日はね、せっかくだからもっとね、楽しくなることして一緒に遊びたいなと思って、そう、みんなで一緒にダンスを踊りたいと思います。皆さんお待たせしました。後半パートはちょっとだけ難しくなるよ。みんな頑張ってついてきてね。まずは手拍子をいっぱいしてみよう。まずは2回からいくよ。せーの。次は8回。楽しい時間はあっという間でね、もうすぐにお手伝いに戻らないといけない時間みたいな。しょんぼりしちゃった。そうでもね、この後もね、お客様楽しんでもらえるように一緒にお手伝い頑張ろうかね。そうしましょう。はい、じゃあね、ピカチュウ今からね、お手伝いに戻りたいと思います。皆さんも引き続きポケモン食べお楽しみください。じゃあ今日は来てくれてどうもありがとう。みんなまたね。バイバーイ。ありがとう。またね。バイバーイ。坂の上のみんなにもご挨拶していきたいと思います。はい、皆さんもお疲れ。今回のポケモンカフェの紹介はいかがでしたでしょうか。この楽しさ、想像以上でした。もっとポケモンについて知りたくなりました。くま子が訪れた時も半分くらいが海外からのお客様で、ポケモンが世界中で愛されていることを肌で感じました。改めて日本のコンテンツってすごいなと感動しました。帰りは高島屋の新館へ足を伸ばしたのですが、まだまだポケモンの世界が広がっていました。ちょうどクリスマス期間だったのですが、なんとクリスマスツリーまでポケモン東京 DX とコラボしていました。ツリーを彩るオーナメントは全部ポケモンたち。衝撃的な可愛さでした。皆さんにもこの感動を体験してほしいので、ポケモンカフェとポケモン東京 DX の URL を概要欄に載せておきますね。行かれる際はぜひ参考にしてください。それではまた次回お会いしましょう。